リサ、今日は少し不思議な話を紹介するわ。おう、どんな話だ？米国のあるおばあちゃんが残した、謎の暗号の話よ。おばあちゃんが残した謎の暗号？どういうことだ？おばあちゃんは亡くなっているんだけど、亡くなる前に暗号を残しているの。暗号？遺書みたいなものか？でも、それは一般人のおばあちゃんだろ？そうよ、一般人よ。じゃあ、大したことないんじゃないか？これがその暗号よ。おお、これは確かに暗号だな。全く意味がわからないんだぜ。そうね、これは20年以上も、解読されず謎に包まれているの。20年。暗号ができるとか、スーパーおばあちゃんだぜ。もしくは意味がないただの落書きか。それが、どうも落書きではないようなの。それじゃあ、今日はおばあちゃんが残した謎の暗号について解説するわね。おう、気になるんだぜ。2014年のあるサイトへの、一つの投稿が始まりよ。ここにその投稿があるわ。その投稿はおばあちゃんの孫からの、投稿だったの。その投稿曰く、おばあちゃんは脳腫瘍で1996年に亡くなった。それは、投稿者孫とそのいとこが8から10歳頃のこと。最後の2週間は、脳腫瘍が原因で、おばあちゃんは話せない状態だったけど、大文字のアルファベットを手書きで羅列した、カードを約20枚残して、亡くなったとのこと。そのうち1枚の、実際の写真がさっき見せたこちらよ。これには裏もあるの。裏はこちらよ。確かにこれは何か隠されていそうなんだぜ。文字も綺麗に書かれているんだぜ。そうね。この文字を起こしたものが、こちらよ。前面には大文字で書かれたアルファベットと、コンマ、区切り線、のようなものがあったわ。背面には、1、2、と番号が振られた、同じ文字列が書かれていたの。不思議なんだぜ。特に、背面の文字列が全く同じ、ということは、精神を病んで、でたらめに殴り書きした、というよりは、何かを意図して書いた可能性が、高くなるんだぜ。しかも、これは約20枚あるうちの、一つ。かなり、しっかり作られた感じがするんだぜ。投稿者は、それはおばあちゃんが残した、暗号だと思ったそうよ。パズル好きだったこともあり、自分で解読しようとしたそうなの。そして、暗号にいくつかパターンを見つけたので、歌の歌詞と考えたそうよ。ただ、結局当てはまるような、歌がなかったので、投稿したそうなの。これはちょっと一人で解くのは、難しすぎるんだぜ。ちなみに、投稿者は、関係あるかもしれないから、と、こんな情報も投稿しているわ。1、おばあちゃんが生きていたのは1927から1996年、ミネソタ州。2、3人の子供は1950年代生まれで、家での音楽は1950から1970年のものが中心だった。3、投稿者はこの1枚しか持っていないが、おば型の複数のカードを持っている。4、ただ、そのカードは全て中身が違う。5、祖父はそのカードに何が書かれているかわからなかった。家族のイニシャルなどもない。6、Z、X、Q は一度も使われていない。Y は最後のラインだけ。おばあちゃんは、何が言いたかったのか。ちなみに投稿者が気づいた共通点は、こちらよ。PST で始まり、PAGA で終わることが多いこと。TYAGF が最後の方に繰り返し出てくること。何かのプログラムか？でも、このおばあちゃんは1927年生まれ、ということを考えると、プログラムは、ありえないと思うんだぜ。そうね。結局、自分で解けなかった投稿者は、先ほどのサイトに投稿したの。すると、驚くことに、12分後にこんな投稿があったの。どういう意味だ？このハーペアキット、という人の投稿を訳すと、おばあさんは信心深い人でしたか？一番最後に出てくる AAA の文字はアーメン、アーメン、アーメンの頭文字のように見えます。そうすると、TYAGF は、全能なる神よ、感謝します、となるでしょうか。なので、一番最後の一節は、すべてに感謝します、全能なる神よ、アーメン。すべてに感謝します、全能なる神よ、アーメン、アーメン、アーメン、となると思います。なるほどだぜ。確かに、そんな感じに見えるんだぜ。さらにハーペアキットさんは、その1分後に、追加の投稿をしているわ。それを訳すと、2行目の文字列は、天に増します我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。すごいんだぜ。ほんの少しで、いきなり解いてしまったんだぜ。そうね、なので、キリスト教系の聖書などの引用ではと考えたのよね。この書き込みを見た投稿者は、なんてことだ。
20年間私の家族を悩ましてきた問題が、14分で解明された。祖母が信心深い人とは思わなかったけど、ルター派の家族なので、話は一致する。と返信したわ。すごいんだぜ。そして、これを機に、どんどん、書き込みが増えていったの。その一例がこちらよ。おお。確かに、説得力があるんだぜ。特に死ぬ間際ということを考えれば、こういった文章を書くことも、おかしくはないんだぜ。ただ、おばあちゃん。なんで、普通に書いてくれなかったんだぜ。それは、やはり謎よね。話を戻すと、この文章は、キリスト教の主の祈りに出てくる一節などを元にしたのでは、という解釈を支持する書き込みが増えていったの。そして、これが、書き込みで推定された、文章の一部よ。小さいし、ちょっと見切れているぜ。ごめんなさい。かなりボリュームが多いから、気になる人は、先ほどのサイトでチェックしてみてね。でも、すごいんだぜ。20年間謎だったものが、こんな短時間で解かれるなんて。世の中には天才がたくさんいるんだぜ。ただ、まだ全部は解読されていないんだな。そうよ。もし仮に、祈りの文章だとすると、やはり個人的なものも含まれる可能性があるから、全文の解読は難しいと思うわ。あと、これは追加なんだけど、その後の書き込みで、同じような母親を持つ、という書き込みがあったの。その人の母親は1938年のミシシッピ生まれで、このように、祈りの言葉のアルファベットの最初の文字を書いて、持っていたそうなの。ということは、もしかしたら、その時代にそういったことが、一部の地域や時期に流行ったのか？そうかもしれないわね。ただ、結局は、これが本当になんて書いてあるかは、おばあちゃんしかわからないわね。そうなんだぜ。結局は、真相は謎に包まれたままなんだぜ。今現在も謎解きは進んでいるから、もし興味がある人はサイトを訪れて、参加してみてね。日本人には、もしかしたら、あまり馴染みがない、トピックかもしれないが、面白いと思うんだぜ。英語とキリスト教に詳しい人は、もしかしたら、全部の謎が、解けるかもしれないわね。ということで、今回は以上よ。世の中には不思議なことがあるんだぜ。まさかおばあちゃんが暗号を残すなんて。私も死ぬ前に暗号を残してみたいぜ。残すのはいいんだけど、あまり他の人に迷惑をかけない感じでお願いするわね。でも、面白かったぜ。今後も、こういった謎を紹介していくわね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いできれば幸いです。